はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は FF がもうやってきて、はい。ウルスポ上げちゃって、もうみんな FF 楽しんでるんじゃないですか。まあそうですね。はい、そろそろ。僕、はい、行ってきましたよ、プレイ。おー、いいじゃないですか。はい、プレイ楽しかったです。はい。今回は、ようやくね、こいつをやろうという気になりまして、はい。こいつ楽しそうじゃないですか。楽しそうな、はい、ジェネラルですよね。紹介してまして、はい。こいつかなり面白そうだったんで、早速手を出してみました。はい。はい。今回はホープエストハイムという、はい、FF がこれいくつだろう、 13 ですかね。まあちょっと見にくい。はい。13って何ですかね。わかんない。ライトニングのやつか。まあわかんない。僕にはわからないですけど。13って何だったかなと思って、はい。それはやってないかもしれないですけど、まず能力説明させていただきますと、はい、アドリウス2マナで22反コンです。で、あなたの終了ステップの開始時に各対戦相手はそれぞれカードを X 枚見るします。はい、X はこのターンにあなたが得たライフの合計に等しいです。はい、僕の大好きなハンコンとミルが織り交ざっている、というデッキになると思うんですけども、はい、まずハンコン大好きじゃないですか。まあまあそうですね。はい、どういう構成になるかっていうのは、まあ見れば単純にライフ得てミルすりゃいいじゃんって思うじゃないですか。そうなんですよ。まあシンプルにシンプルにそうなんですよ。はい、そうなんですけど、僕ちょっと考えてきてちょっとだけひねってきまして、はい、ちょっとアリーナの画面で説明していきたいんですが、はい、まずミルするカード、はい、ミル代表的なカードですね。はい、まあ上陸はかなりすると思うんで、はい、もう1枚あると思うんですけど、カニはね、カニは、はい、で上陸はかなりすると思うんで、はい、ミル結構できると思うんですよ。まあそうですね。はい、まあとかね、これアレクルーソーって、これキッカー払うと2倍ミルできるっていうことで、半分が全員、各対戦で全員できるってことで、本当は8枚なんですけど、キッカー何マナですかこれ。3、4、5、6マナ。だから計6マナ払うとライブラリ半分吹っ飛ばせる。全員吹っ飛ばせる。はい。ライブラリ吹っ飛ばせるじゃん。ライフを半分失わせるってことです。まあまあそういうことと同義と、このデッキにおいては。最初の方に打たなきゃダメですけど。はい。で、例えばこのダーシャス、ヒジャス、ラフター。これはデッキによってはかなりやられるんですよね。小さいコストのやつとかあんまないですから、結構逆にカジュアルだと大きいコストが多いんで、あんまり削れないかもしれないんですけど、結構削れるかもしれません。まあこれ打った時点でそういうことするデッキねって、まあなんとなく察するでしょう、相手は。まあ当事者見た時点で察すると思うんですけどね。まあどうなんですかね。まだわかんないですか。ハンコンに完全に寄せてるデッキと切削に寄せるタイプがあると思ってて、確かに切削もしてくるタイプねって。なるほど。で僕はなんですが、まず切削をするにあたりまして、まあこっちの方から行きましょうか。ハンコンクリーチャーも入れるんですよ。はい、ハンコンたちですね。ハンコンたち。もう白の代表的なハンコンたち。4マナ駅、3マナ、これ3マナだとこいつ優秀なんですよ、実は。それあれですね。これ結構優秀なんですよ。3マナ23飛行警戒ハンコンっていう、これアンコモンなんですけど、黒にもね、近いやつでいましたよね。いますけど、そうです。つい最近紹介したような。白業界だとこいつが結構優秀で、かなり強いですよね。かなりこれね、持ってない方はね、ぜひ1枚買っといた方がいいです。本当に。いや本当にでも便利なスタッツしてるんですよね。結構白で絡むやつにはこれ結構3マーのクリーチャーとしてはかなり優秀。小さいクリーチャーとして小粒なやつとしてはかなり優秀なんで、かなりいいと思います。で、5マナ駅になると普通にね、ハンコンたち、愛すべきハンコンたちが、こう並んでます。はい。ライラーはじめ、アクザンはじめ。はい。で、ちょっと発見してきたこの面白カードを、探偵社社長エズリムってやつがいまして、555の飛行なんですよ。で、調査出た時に2回行います。で、1マナでアーティファクト1個サクると警戒ハンコン呪言のどれかを選べると、でまあこのデッキではハンコンを選ぶんですけど、まあ結構この5マナ55のハンコンって数少ないんですよ。まあ、今言ったやつって
今常連なんですが、はい、これなんで常連かというと数が少ないから常連なんです。まあまあそうですよね、はい、そんなに555のハンコンいっぱいいても困る、困りますからね、まあ、こいつは有用な警戒なんですけど先生なんですけど、まあまあまあ、はい、でこいつはその青白のハンコンということで、はい、珍しいカードはあったなということで、今回ご紹介させていただいたんですが、なるほど。まずハンコンのチューファッティ、はい、まあ、チューファッティっていうのは僕のデッキでは大体角になってきますんで、まあまあまあ、はいはい、まず確定なので紹介させていただきました、はい、でここから勝ち筋の話なんですが、はい、青白なんでこのカードになりますね。ハウリングマイン、はい、はい、になるんですが、まあ、要はドローしていくカードっていうのが結構あるんですよ。はい。で、例えばなんですけど、まあ、ここでは、ちょっとここに画像出してほしいんですが、クエインとか、クエインちょっと言ったかもしれないんですけど、はい、クエインってわかりますかね？ウサギ？そうです。はい、お互いドローするっていうタップで、っていうカードが結構あるんですね。で、まあ、無色でもいっぱいありますし、例えば、なんか、上陸みたいなことを土地を出すたびに、みんながドローできるみたいなカードとかっていうのもあるんですね。はい、っていうのも含めましてこのハイマール落書きや、はい、ゲームチェンジャーと言われてる、まあこいつはちょっと嫌ですよね。こいつゲームチェンジャーなんですよ。俺らの中で。でこいつ出てくるとゲームチェンジャー出てきたっていつも言うんですけどゲームチェンジャーじゃないですよもちろん。はい、でこいつはまあ、要はお互いドローのカードなんですよ。はいはいはい、でお互いドローしてってチューファッティを並べていくっていう構成なんですね、はいはいはい、僕のデッキは。はい、でハンコンでお互いドローしていくと何が起こるかっていうとお互いドローの勝ち筋は空想の書物なんですよ。切削だからね。はい、はい、そうなんですよ。お互いドローの勝ち筋っていうのは、ライブラリーアウトが勝ち筋であることが結構多いんですね。まあそこまでロックしきってみたいな感じですよね。そうで大体試合が長引くんですよお互いドローしていくと。ですよね。はいはいはい、で長引いてって結局ライブラリーなくなっちゃうみたいな。で空想の書物っていうこのカードはかなりお互いドローのデッキでは有名といいますか、な勝ち筋。これお互いドローしてくる相手はこのカード見たら舐めないで破壊しないとダメです、はいはい、このカードがフィニッシュカードであることもしくは打ち消さないといけないので、これがまあ一応能力は出てる通りなんですが、はい、まあミルしてお互いドローできるっていうカードなんですね、はい、で、まあ、これが勝ち筋になります、はい、でその兼ね合いでこの何ですかねこの貢献シリーズとこのテビリの貢献とかスフィンクスの貢献とかっていうこのカードがあるんですが、はい、あなたがカードを引くたび対戦相手が切削する、はい、タイプですよね。っていうタイプのカードが何枚かこうありますと。アンコモンで、はい、あります、こういう系のカード、はい、これで一応ライフが2点削れるというまあまあまあそういうことですよね、はい、そういうことになりますよね、はい、最近も出てたらしくてこのデリヒ走破であるみたいですんで、まあお互いドローでそのライブラリーアウトしていくっていう筋が僕の勝ち筋になって、かつダメージでもワンチャン戦えますよっていう、やっぱ両軸で戦うっていうのがやっぱ重要になってきますんで。なるほど。はい、そんな感じで勝っていきます。はい、それが僕の一応今回のコンセプトなんですけど、で一応フィニッシュカード面白カード枠としてまずこのカードからいきますか。はい、損切りなんですが、はい、6番のソーサリーで犠牲2でコピーが打てると。はい、で、対象のプレイヤー1人対象としてライブラリーを半分失わせる、はい、ということなんでライブラリーを 2人だけ吹き飛ばせる、というカードになります。はい、例えばなんですけどこれどんな時に使うかと言いますとライフが少ない人を残して残りの2人のライブラリーを削るみたいなパターンができるんですね。はいはいはい、まあありますね。はい、が面白いんじゃないかなと思います。でもう一個のカードなんですがこれはガッシさんという、うちの準レギュラーの方にご紹介いただいたんですが、はい、ムリジータ聖火という面白いカードがあるんですが、これ強いんですよね。これ強いですよね。6マーのエンチャントで対戦相手1人が呪文1つ備えるたびなんとそのプレイヤーカード7枚引けてしまうと、これどこが強いのみたいなこれでも本当に60枚構築でも呪文唱えられるの数回になっちゃうんで、そうですよね。意外とこれ
決まる可能性もある。なんかね、弱いカードじゃないんだよね。そうですよね。そう。これ結構面白いなと思いまして、はい、これかなりいいカードですんで、これ多分カジュアルだったら普通にいいカードですよね。お互いドローになかなか入るんじゃないかと。確かに。はい。かなり面白いカードを発見してきてくれました。で、最後に僕が発見してきた面白いカードをこれ1枚発表したいんですけど、航海士の喪失というカードになってまして、3マナのエンチャントです。で、強襲で、あなたの終了ステップの開始に、このターンにあなたが攻撃していた場合、対戦相手1人を対象として、そのプレイヤーカード4枚切削する。攻撃してたらミルできるということで、これ一連卓勝。両方つながってるんですね、これ。なるほど。これいいかなと思いまして。だから反コンで殴りつつ、ライブラリーを削りつつ、さらにミルもできちゃう。よくないですか、これ。まあまあ、確かに。これは、相性いいですね。相性いいなと思って、発見してきたんですが、まあ、そんな感じで勝っていきます。いかがだったですか、この構築。まあ、だいぶライブラリをどちらかというと、まあハンコンクリーチャーがいるからね、もちろんハンコンクリーチャーがね、すごいいいんだよね。そうなんですよね。そうなんですよ。時間も稼げますからね、ハンコンクリーチャーが。時間も稼いだ上に、その統率者の能力で普通にその切削もできて、だからライブラリーのライフと普通のライフも削れるっていう、で自分はライフゲインできるから、いやいいですね、だいぶ逃げれる。相手としてはかなり嫌ですよね。厄介だね。まあ今説明しなかったですが、もちろん守るカード、守るカードでもそんなに、まあ守るカードっていうのは白の要はテベリの防御はゲームチェンジャーなんですけど、白の自分を守るカード、結構あるんですよ。終わり目の栄唱系、そうみたいな感じで、結構フォグみたいな、聖なる日みたいな、そっち系もあり、もうありますから、白の守れるカードって結構あるんですよ。あるじゃないですか。それも構えつつみたいな動きも結構できるんで。なるほど。打ち消しは逆にそんなに入れないかもしれないですよ、僕の好みでどうすると。まあ入れてももちろんいいと思うんですけど、何枚か入れて、まあ中ファって軸にするんだったらカウンターあんま別に気にならないですからね。気にならないんで、青でも僕打ち消し入れないタイプなんで結構そのタイプですよね。青なのにやってることは赤と一緒じゃないみたいなまあカウンターカジュアルだとね、使いにくかったりするから意外と、そうなんですよ、消しどころわかんねえみたいな、あってもなくても意味なくねみたいな可能性もありえるんで、それよりも逆に白の守れる呪文の方が盤面をすらせたりしますんで、よかったらそんな感じで構築してみてはいかがでしょうかということで。なるほど。これちょっと、高評価いただきたいので、高評価最近少ないんですよ。なんで高評価やっぱ80いったら公開しますか、リスト。わかりました。リスト公開することにしましょうか。なので高評価をお願いしますということで、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、その他いろいろお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。